小野木明さん当時16歳、爆心地から1.2キロの自宅で被爆しました。建物が土蔵の陰になり、猛烈な爆風を避けることができました。家は間もなく焼けましたが、一家5人奇跡的に助かりました。当時中学の2年生で、学徒動員で三菱造船の江波工場に学徒動員で勤めておりました。当日はお休みをいただきまして、家におったわけなんですが、寝転んで本を読んでいたわけなんですが、ちょうど軒下に今も電車のショート しますと、青光がしましてですね、そういう感じの閃光が しました。それから後に、蒸気のようなふわっとした爆風が来ましてですね。どちらからですか？その方向はちょっと定かでありませんが、爆風と同時に友人と一緒に奥座敷の方へ飛ばされました。それからしばらくしまして、気がつきましたらもう真っ暗な暗闇で、私も自宅にその直撃弾が落ちたんじゃないかと、いうことで、手探りながら瓦とか、赤土とか、そういうものを手で払いのけますと、ようやく空が見えてきました。もうそうこうしてるうちに、どうにかこうにか外へ出まして、一瞬家族の、みんながどういうふうにするんだろうかと、周囲を見ましたところが、もう見渡す限り家屋が倒壊しておると。この辺り全部ですか？はいはい。助けてくれという声はするんですが、姿は見えないと。ということで、瓦礫の上を歩きますと、はるか地中から痛いとか助けてくれとか、いう声がするわけなんです。助けようにも道具はありませんし、無我夢中で、母親と姉3名と姉の子供1人、5人ほど助け出しました。ふっとその隣を見ますと、これも隣のおじさんでございますが、これほとんど裸に近いその状態で、もう全身この生皮が全部剥げましてですね、この爪のところからみんなぶら下がっとると、そういう状態で声をかけましたんですが、返事をする元気もなかったですが、どうにか家族を一生懸命探しておられました。この絵はですね、私の住んでおりましたご近所の家族の方なんです。この女の子がですね、泣きながらお母さんを助けてくれと、助けてちょうだいと、今この母親のへりにですね、座り込んで泣いていたわけなんです。助け出そうにもこういう柱ぐらいではびくともしないと、そうこうするうちに火の手がどんどん上がってきましてですね、で我々自身も危険な状態になってきたということで、一応努力したが、どうこうしてあげることもできなかったと、どうか許してくださいと、このおばさんに合掌してですね、一応その場を、去っていったわけですが、それから約1時間ぐらいしまして、雨が降り出しました。これが土砂降りの雨で、もう真っ黒い雨なんですね。当時私半袖シャツと半ズボンでおりましたんですが、もう寒くてブルブル震いがつきまして、皆も寒い寒いと言いながら、この周辺まだどんどん火の手が燃えておりました。
真夏というのにそういう火で暖を取ったということなんですが、それは雨が降りながらも炎は燃えてる。もうどんどん燃えておりました。特に印象に残っておりますのが、この、狩り橋があったわけですが、その向こうからですね、5、6歳の少年がちょうど右足を太ももの辺から切断されてですね、もうケンケンでどんどん渡ってきたのと、そういう状態が非常に印象に残っております。でこうして今の川を見ますと非常に水の色も澄んで綺麗でございますが、当時その両岸にありました建物が全部爆風で、柱とか、家財道具とか、そういうものがこういう橋桁に引っかかりましてですね、それ爆風で飛ばされた死人とかで、また水を求めて入り込んだ人とか、とにかくこの川水面が見えんぐらいの死傷者でもあふれておりました。これも私らもその川に目をやるとですね、助けてくれ助けてくれと、何十人の人がやはり顔を向けて、その辛さに私らも川を見なかったわけです。助けることはできなかったんですよ。到底なんですね。もうあまりにも数が多くてですね、一応周辺におる人、特に傷の深い人、死んだ人の衣服を剥ぎ取って、包帯代わりに傷口手当てをしてあげたりですね、もう感覚的に麻痺しましてなんですね。それからどんどんこちらからも火が迫ってきましたんで、とにかく逃げなきゃいかんというので、この鉄橋を渡りまして、線路伝いにこういう方面に逃げたわけですが、両側の民家がですね、もうどんどん燃えておりまして、ちょうど空洞状態になったわけですね、電車道が。そこへ両側の炎と煙が渦を巻いてですね、ぐーっと吹き込んでくるわけなんですよ。で私はもうその煙と炎で、ここで死ぬんじゃないかと、いうようなひどい状態でございました。でその雷とか、そういう電車のショートの光を見ますと、一瞬この身がパッとかがむという習性がですね、50年ほど続きましてです。それと家の中におりましても、窓ガラスのへりには座らないと、やはりガラスでたくさんの傷した人を見ておりますんで、やはり壁をやはり背にすると、そういう自然本能的なですね、これ10年ぐらい続きましたです。小野木明さんの証言でした。